やろうと思った理由とかあります？もともとその胸がちっちゃいのがコンプレックスで、お付き合いしてきた方々にちっちゃいねって言われてたことが、なんか今不安なこととか気になることあります？サイズがこれ以上落ちないっていうところだけですかね。自分の理想のサイズよりは大きかったので、すごくそれは嬉しくて、維持できればいいのかな。そうですね。今回ね、二の腕と筋肉腹筋を取ってハイブリッド5キロのモディバーのね、220ミリのサイズを入れていきますけど、なんかやろうと思った理由とかあります？ハイブリッド5キロ。もともとその胸がちっちゃいのがコンプレックスで、お付き合いしてきた方々にちっちゃいねって言われてたことが、それも結構ネックになってたのと、ジェルの仕事もしてたので、ドレス着るのにここが生えないで、いつもこう隠れる服を着たんですよ。なんでそういう部分でもおっぱいが大きくあった方がいいなっていうのはずっと思っていて、今回やろうと思ったきっかけは男性の方がきっかけなんですけども、おっぱいが大きい方が好きで、おっぱいのこう写真とか動画とかこう見られてるのを近くで見てるとやっぱ好きな方なんで、その好きな方の理想になりたいなと思って、あとは30になったので、いろんな意味でも自信を持ちたいなって思って。いいと思いますけどね、二の腕をね、今回しっかり補足してハイブリッド5キロなので、自然に確実に200ページを上げれるので、自信のつくメリハリのあるボディにはできると思うんですけどね。男性に言われることは多いですか？多いですね。あんまやりたくないんですけど、胸板とか、でもしょうがないなっていう自覚心はあったので、もう諦めてたって感じだったんですけど、娘がいまして、小学5年生なんですけども、ママ綺麗だよねってこう言ってくれるので、すごく嬉しいんですけど、娘も胸にコンプレックス持ったら嫌だなって思って、だからやっぱ自分がそこに対して自信を持って、私みたいに娘も成長していってくれたらなっていう気持ちと、いろんな気持ちが混ざった今回の、きっかけです。わかりました。しっかりと作っていきましょう。今回ね、二の腕と肩なので、こっちは感じ取って大丈夫ですか？取っちゃっていいです。もともと肩幅の広いせいか、猫背なのもあるんですけど、ガタイがよく見えてしまってたので、キャミソールとかタンクトップとかで着れなくて、それがちょっと嫌だったなっていうのもあったんで、バストも大きくするのであれば、ここは生えさせたいなって気持ちがあったんで、華奢に綺麗に。じゃあ、がっつりそういう感じでやっていきましょうか。じゃあ、しっかりと作っていきます。今回ね、腹筋を取るんですけどね、横から見たときは、こうちょっとグッてなる感じとか、押さえれるといいかなと思いますけど。男性が胸の画像を見るっていうのは、インスタグラムとかで使うんですか？なんか好きな方がいて、アイドルなんですかね。その方がやっぱすごく胸が大きくて、自分がこう惨めって言い方は違うんですけど、悲しくなってくるなっていう気持ちがあるので、おっぱいだけじゃないと思うんですけど、もともと持ってたコンプレックスではあったので、それがなくなればもっと自分に自信がつくのかなっていうのと、やっぱ30代になったので、より自信を持ちたいって気持ちもあるので、いいきっかけになったのかなって感じです。娘にも言われるんで、マジでおっぱいちっちゃいねって言われるので、娘に言われるとよりぐさっとくるというか、自信持てたらなっていう気持ちです。中二なんですけど、どうします？この辺とかも。お椀型がいいんじゃないみたいな感じで彼氏には言われて、ボンとはなりたくないので、本当ナチュラルに。ここに丸って感じです。でもあんまりなんだろう、こう極端にここからこう出てるとか嫌なので、滑らかに丸がある。じゃあそこでいきましょう。今撮ってるのは腹乳ですね。なんかここのラインが盛り上がってて、ちょっとラクダみたいな胸になるので、ここはしっかりとへこまして、胸は高く出す感じで。やってあげるとバストラインも綺麗になるのと、あと腕を締めるときにね、綺麗に見えるっていうのもあるので、そこでしっかり作っていきます。割といいサイズ感かな。傷なのか着圧でこう締め付けられてるのかっていうのは気になったのと、胸の中心部
ここ数日ちょっと痛み、ズキズキするような痛みを感じますね。しっかりね、剥離してるんでね、お腹の方とか特に繊維が多いので、下着がね、強く出ると思うんですけど、まあ、馴染んでくるんでね、気にしなくていいかなと思います。腕の傷のそこちょっと痛むなら、まあ、圧迫でちょっと下に下げてもらって、あんまりちょっと押すとやっぱり傷が残りやすくなるので、気をつけてもらったらいいかなと思います。どっちが痛いですか、二の腕と胸。二の腕の方が痛い。二の腕の方が痛い。ちょっと上げてます。そこまで。ここは限界。1週間でこれぐらいのきついかなと思うんですが、結構ね、綺麗になりそうなのでね、ぜひ楽しみにしてもらったらいいかなと。はい、ありがとうございます。今回二の腕からのハイブリッド包協で、ちょうど3ヶ月ぐらいですよね。はい。なんか今不安なこととか気になることあります？サイズがこれ以上落ちない。落ちない。っていうところだけですかね。自分の理想のサイズよりは大きかったので、すごくそれは嬉しくて、維持できればいいのかな。ああ、そうですね。大体3ヶ月だともう、絶対変わらないので、1.5 ヶ月ぐらいまではね、脂肪が落ちていって、ここら辺とか落ちましたよね、やっぱり谷間とかね。そうですね。谷間とか、あとデコルテの付近、痩せてらっしゃる方、肋骨を削ったりするところを脂肪注入でコーティングするんですけど、残ってほしいところが一番落ちやすいっていう、ちょっとデメリットもあるんですけど、それでもゼロにはならないので、不自然な Y 字の感じにならずに I 字の感じでキープできているので、いい感じかなと思いますけどね。体重が今、痩せてるんですか？当時受けた時よりかは1キロぐらい。1キロか。それぐらいだったらね。例えば、脂肪吸引とダイエットは非常に相性いいんですけど、ハイブリッドで脂肪注入するとか、とダイエットで例えば10キロ落とすとかは非常に相性悪くて、それやっちゃうと多分胸から落ちちゃうので、できたら脂肪注入補強の後はいい食事で、太る必要はないんですけど、いい食事をしてもらったら、1キロぐらいだったら全然大丈夫ですけどね。プロテインとか、いいですね。タンパク質は取るようにはしてるんですけどね。あとは、あれですかね、彼氏さんにちょっと小さくなるの心配です。これ以上ちっちゃくならないよね、みたいな感じで言われてしまったんで、余計自分も大丈夫かなって不安はあるんですけども、維持できるように自分も気をつけていきたいなと思います。結構いい感じで綺麗にはできているかなと思うので、もしもう少し大きくしたいとかいうのであれば、後から再注入で、1.5 カップぐらい上げれると思うので、2、3年後ぐらいを目安にちょっと考えられたらなと思います。全然焦らなくてもいいと思うので、形は変わることはないと思うので、わかりました。気になることがあったら言ってもらったらいいかなと思いますね。ありがとうございます。はい、お願いします。二の腕からのね、ハイブリッド補強半年ですけど、もうなんかそんなダウンタイムの辛さとかはない？そうですね。たまにちょっと胸がチクッする感じ。ああ、そうですね。あとは何も支障なく、やっぱちょっとこう痙攣じゃないですけど、二の腕はピクピクするよう本当ですか？な感じはあります。でも全然もう普段通りのいつも通りの生活ができている感じです。いいですね。お胸は若干あれですかね。最初よりちょっとそうですね。ちょっとこう下着もEカップのつけてるんですけど、ちょっと隙間ができるかなみたいなEカップかなっていう感じのサイズ感になってきたので、しょうがないのかなっていうところ。かなり結構自然な感じで、不自然な感じがないので、あんまりサイズはちょっとね、やっぱりどうしても最初と比べるとどんどん脂肪も減ってきて、でシリコンもいい位置に落ち着いてくるとちょっと下がった感じはすると思うんですけど、滑らかにはなってると思うので、そうですね。何年かしたらそうね、言ってましたね。数年後にね、いいと思いますけどね。これから受ける人にアドバイスがあります？そうですね。やっぱりハイブリッド補強はシリコン感がないのがすごい自分でも触ってて実感できるので、あとはちょっと周りにバレづらいっていうのがやっぱ特徴なのかなと思うので、ぜひ受けてほしいと思います。そうですね。シリコンバッグだけだったら僕も結構ハイブリッドおすすめなのと、あとリスクもね、一応脂肪注入とシリコンバッグの両方のリスクあるんですけど、そのリスクが両方下がるっていうのがね、ハイブリッドのいい点だと思うんで、ぜひね、満足度も高い施術なので検討してもいいかなと思いますね。じゃあちょっとありがとうございます。はい、ありがとうございます。